こんにちは、〇〇のエクスポラボ。横浜花博の攻略チャンネルだよ。新しい動画はハイプで応援できるからよろしくお願いします。しかも無料。始める前に一つだけ、今日はメモいらないからね。メモしなくていいの？動画を全部目的別に並べた記事をノートに置いてあるの。じゃあ気楽に見ていいんだ。そう、全部無料。リンクは概要欄ね。9月18日、横浜花博の予約がいよいよ始まるの。来場日時、シャトルバス、駐車場、全部この日からよ。もうすぐだ。僕、何から手をつければいいの？だから今日は初めての人もずっと見てくれている人も今何をすればいいかを改めて整理する会にしたの。予約が始まる前に準備の順番がわかるんだね。あなたはわからないことない？チケットの買い方、行き方、泊まる場所、それとも見どころ？全部わかんない。調べたら情報が多すぎて逆に迷子になったよ。だよね。実はこのチャンネル、花博の準備に使える動画をもう20本出しているの。全部見んの？寝ちゃう。大丈夫、全部見なくていいの。今日決めるのは必要な1本だけ。いいんだ。21本は現在地、チケットとアクセス、宿泊、見どころ、当日対策、深掘りの6段階の一本道に並べ直したよ。一本道、もう迷子にならないね。予約なら2章、泊まる場所なら3章、何を見るか迷うなら4章。チャプターから飛んでね。紹介する動画は概要欄で1番から21番まで番号を揃えたから長い題名は読み上げないよ。基準日は2026年8月23日。変わったら概要欄と再生リストを更新するね。それと動画を紹介するときは画面の右上に QR コードを出すね。気になったらその場で読み取って。URL は概要欄にも全部載ってるよ。それとチケットには新しい入り口の話もあるの。最後にはあなたの1本がわかる1枚も出すよ。見たのに結局どうすればいいかわからないよ。今日で終わりにしよう。まず期限だけ拾おう。情報の山を前にしても最初から登りきらなくていいの。情報を全部覚えなくていいの？いいの。来場日時予約、シャトルバス予約、駐車場予約は9月18日金曜日に始まる。今日9月18日まで後でいいこと、この3つに分けてね。僕まだ始まってない手続きを探し回っちゃいそう。それが疲れるもと。今は同行者と行きたい時期や交通の候補を話せるところまでで十分だよ。予約開始前の今だからこそ相談する余白を作れるの。カレンダーに9月18日、それから見る動画を1本選ぶ。あなたも今日の作業はそこまでで大丈夫。公式情報の入り口と自分が選ぶ項目が見えたら前進なの。最初の入り口は概要欄1番、9月18日の予約画面、輸送計画第3版。62分の大ボリュームで予約画面と新しい輸送計画を求めてみる回なの。62分？僕再生時間を見て閉じちゃいそう。閉じなくていいよ。小分けしてあるからあなたに必要なところだけ見てね。言葉で迷ったら3番、予約の勘違い、チケットなど。じゃあ早めに備える考え方が知りたい人は9番、秋の争奪戦対策。似て見えるけど1番は今の入り口、3番は誤解の整理、9番は準備の姿勢なの。なるほど。同じ予約でも困り方で1本が変わるんだね。背景から知りたいあなたには6番、起きそうなことトップ10。先の動きを想像しながら予測を含む全体像を見る回だよ。予測か。僕確定情報と同じ箱に入れちゃいそう。そこは分けてね。不安の正体を探すなら12番、期待と不安トップ10。視聴者の声から見つける回なの。チャンネル全体で迷った人は18番だよね。そう、チャンネル紹介と使い方ガイド、館内案内。今何をするか決めたい人はこのまま進んで。1段階目の出口は9月18日までに確認するテーマを1つ。焦りの正体が分からなければ12番へ。あなたの迷いに名前をつけるだけでも次の一本が見えるよ。チケットとアクセス分岐が多すぎない？だから4枚だけ。予約画面、チキット、駅とルート、それからふるさと納税。ふるさと納税、さっきの新しい入り口だ。もう少し待って。
最初は概要欄1番で最新の入り口を見て自分の迷いだけ深掘りするの。チケットそのものなら7番。そう、チケット完全解説は購入戦略を深く考えたい人向け。予約周りの勘違いを一度にほどくなら3番だよ。あなたが今つまずいた場所で選び分けてね。僕似たようなタイトルを上から全部再生しちゃいそう。あなたは役割で選んでね。今必要なのは数じゃなくて順番なの。入り口を一つ決めればその先の迷いも小さくなるよ。行き方で迷うなら8番4大ルート比較。出発地や移動の考え方から候補を比べる回だよ。駅からの道筋がまだわからない人は16番主要4駅アクセス。そう、もっと基礎から駅ごとの道筋をつかめるの。17番輸送計画。第2番は計画の変化を追う背景資料ね。第2番って古いなら見なくていい？最新判断の根拠にはせず1番の第3番と見比べたい人だけ。古いから不要でも今の答えでもないの。変化を追う背景資料として置いておくのよ。わあ、僕全部の駅を暗記してから決めようとしてた。出発地、同行者、泊まる場所で候補は変わるよ。まず候補を広げ、次に基礎を確かめれば同じ情報を何度も探さずに済むの。まず1番ルートなら8番、駅の基礎なら16番。これなら迷わないね。ねえミケ、さっき言ってた新しい入り口って？チケットがね、ふるさと納税でも手に入るの。しかも横浜市と神奈川県の両方に出ているのよ。ふるさと納税ってお肉とかフルーツのあれ2つもあるの？そう、でもね、中身が全然違うの。ここを間違えると9月18日に間に合わなくなるよ。そんな違いがあるの？まず横浜市、電子と紙の両方があって1日券の他に通期パスと夏パスまで並んでるの。何回も行きたい人は通期パスや夏パスが気になるね。寄付金額は2026年8月23日時点で通期パス大人が9万4000円、夏パス大人は電子4万円、紙4万1000円。通常のチケット価格とは別物だから比べないでね。電子と紙で値段が違うことがあるんだ。そう、選ぶ画面でよく見てね。一方、神奈川県は確認できた限り紙の1日券だけ。大人が単色1万8000円、カラー1万9000円なの。神奈川県には通期パスも夏パスもないんだ。公開資料で確認できた範囲ではね。だから何度も入りたい人は横浜市を見ることになるよ。そして一番大事なのが届く時期。神奈川県は申し込みが9月中で発送は10月9日から順次なの。それだと9月18日の予約には間に合わない？そう、紙の券に書かれた番号で予約するから届くのが10月なら9月18日には使えないの。危なかった。じゃあ横浜市なら間に合うの？横浜市の電子は2026年5月以降順次ご案内となっているの。だからすでに番号を受け取っている人なら使えるよ。ただ今から寄付して9月18日までに必ず届くとは書かれていないの。多分間に合うで動いちゃダメなやつだ。その通り。それと注意を3つ。横浜市内在住の方は横浜市の返礼品の対象外。神奈川県内在住の方は県の返礼品の対象外。だから横浜市民は県の方も受け取れないの。住んでいる場所で選べるものが変わるんだね。3つ目、寄付後のキャンセルは原則できません。税控除の上限も人によって違うから税理士さんや税務署に確認してね。数字だけ見て急がない。これも準備のうちだね。ふるさと納税の詳しい攻略は別の動画で公開予定。最新の条件は必ず各サイトで確かめてね。情報が多い。僕また全部抱えちゃいそう。抱えなくていいの。予約全体は1番、チケットの深掘りは7番か3番、ルートは8番、駅の基礎は16番。計画の変化まで追いたい人だけ17番？そう、ふるさと納税は概要欄の横浜市独自サイトで現行条件を確認してね。ここまで選べたら十分だよ。画面を閉じる前に選んだ1本だけ残しておいて。まず1本決めて同行者に送る。一人で行くあなたは予約、チケット、ルートとメモして未定の項目に丸をつけるだけ。全部未定でもその丸が次の動画を教えてくれるんだね。2段階目の出口は今買うことじゃないの。選べる状態を作ることだよ。ホテル名より先に旅の優先を決めよう。
宿の一覧を開く前に何を守りたい旅なのか考えるの。満室が怖いから急いで選ぶんじゃないの？遠方から来る人も朝から動きたい人も、まずは移動、観光、体力のどれを大切にするか考えてね。僕安さだけ見て遠い場所を選んじゃいそう。主役は概要欄4番、宿泊7エリア55施設。7つの軸で候補エリアを絞るタイプ別診断の回なの。会場へ動きやすい旅と横浜観光もする旅じゃ残る場所が変わる？変わるよ。ホテル名を先に決めず、自分のタイプからエリアを絞ると判断しやすいの。条件が見えれば候補の多さに振り回されにくくなるよ。何泊する、花泊以外に何する、移動の負担はを話せばいいんだね。あなたも動画を止めて話してみて。診断は正解当てじゃなく、旅の条件を揃えるために使うのよ。宿泊とアクセス一緒に見直せる動画もある？あるよ。追加動線の宿泊アクセス不寛解、4番で診断した後移動も含めて見直したい人向けなの。出口は予約確定じゃなく候補エリアを2つか3つに絞ること。そう、観光、移動、体力のどれを優先するか同行者と話せたら合格だよ。僕観光を詰め込んで帰りに動けなくなっちゃいそう。その迷いを言葉にするための診断なの。一つの正解を押し付けず、自分たちが大切にする旅を決めてね。同じ候補を見ても優先が違えば答えは変わるのよ。意外とホテルを探す前の会話が大事なんだ。候補エリアが残ったら最新の空室や条件は予約先で確認して、ここまでで行く準備は半分だよ。花泊って花だけ見ればいいんじゃないの？実は入り口は3つ。国際出店、花と緑、未来展示なの。花博という名前だけでは見えにくい広がりがここから出てくるよ。うわー、ここでも分岐だ。僕全部選んじゃいそう。優先テーマは1つでいいよ。まず概要欄2番、外せない実質スポットで会場の見どころを広く見渡してね。最初に地図を広げて好きな方向を決めるんだ。このショーも全部を同じ深さで見なくていいの。国際なら次、花の時期ならその次、未来展示ならさらに先へ飛んで。気になったところに先に飛んでもいい？いいよ、チャプターで動いて大丈夫。最後に3つを合流させるね。興味が動いたところがあなたの入り口なの。全部に同じ熱量を向けなくても花博の楽しみはちゃんと見つかるよ。国際出展が気になるなら概要欄5番、71カ国プラス5機関、行きたい1カ国を決める回だよ。71カ国を全部覚えるテストじゃないよね。もちろん3カ国を飛ばさず見ながら公開資料で中身がわかる出展は深掘りするの。知らない名前に出会う時間も旅の予習にしてね。僕知らない国の名前を聞いたらそのまま通り過ぎちゃいそう。そこが意外な出会いになるかも。国や施設の優劣を決めず、あなたの関心を一つ見つけてね。順位ではなく自分の気になるを持ち帰る回なの。すでに好きな国がある人はその国の情報を探す入り口にできる？できるよ。まだ決まっていない人は初めて聞く国まで眺める入り口にして。ここを見たいが一つ生まれたら32分を見た価値あり。花と緑なら概要欄10番、全出展者花緑、5つのビレッジと3つのゾーンで全体像をつかむ回なの。花の時期が気になる人は15番、開花見頃ガイド。そう、いつ行くかと何を見たいかをつなぐ役割だよ。公開資料の最新差分を披露会も準備中なの。僕まだない動画の題名まで決めつけちゃいそう。題名も URL も決めつけないで、公開後に概要欄へ追加するね。10番で会場の枠組み、15番で季節、準備中の回で新しい差分。公開資料は少しずつ増えるの。過去の動画で土台を知り、差分だけ足せば毎回ゼロから調べ直さずに済むよ。変わったところだけを終える形にしておくの。あなたも古いから全部ダメって捨てなくていいんだね。未来展示って難しそう。僕でも選べる？選べるよ。概要欄11番、アーバン GX ビレッジは未来都市を一つのエリアから深掘りする回なの。広く候補を増やしたい人は19番、未来展示ベスト10、花以外の見どころを探す入り口だよ。花や庭が好きな人と技術が好きな人で分かれたら困るな。どちらかを諦めなくていいの。それぞれの優先を一つ選んで、後で1日の流れを相談してね。暮らしがどう変わるんだろうくらいの疑問でもいい？
それで十分。専門用語より自分の生活とつながる疑問を一つ持つ方が展示での発見が増えるよ。わからないまま近づく楽しさも残しておいて。もう2枚背景カードがあるよ。20番大屋根リングのその後は循環や継承の視点で見る回なの。13番記事 PR ポイント10選は最新制度の答え。そこは違うの。徹底攻略ノートという調べ物の入り口だよ。1分で予習できる動画もある？概要欄に一本予習シリーズ7本もまとめるね。代表は土の中の世界を60秒で予習する回。僕時間がないと何も見ずに行っちゃいそう。そんな日は1分で雰囲気をつかんで。短い動画は結論を急ぐ道具じゃなく、興味の扉を開く道具なの。気になったらその先へ進めばいいよ。気になる言葉があったら長い回や概要欄の資料へ。21本の他にも道はあるけど、今日は代表の1本だけ覚えて帰れば大丈夫だよ。ここで決めるのは国際、花と緑、未来のどれを優先するか、それだけだよ。国際なら5番、花と緑なら10番か15番、未来なら11番か19番。全体を先に見るなら2番、背景なら20番、記事を手元に残したいなら13番へ進んでね。21本順番に完走しなくてもいいんだ。いいの。気になる動画を再生リストへ保存して後から戻れば大丈夫。感想よりも行く理由が一つ見つかることを大切にしてね。現在地、チケットとアクセス、宿泊までが行く準備。見どころで行く理由が見えた。行く理由が一つ決まると、なんとなく行くが、この展示を見に行かないに変わるよ。あなたも今、心が動いたテーマを一つだけ選んでね。見たい場所が決まった。これで準備完了。まだ一つ、当日困ることを先に知っておこう。楽しみな場所へ届くための準備なの。うわあ、不安を増やすショーだったら怖いな。増やさないよ。暑さや待ち時間で疲れたら楽しみな場所まで届かないかもしれない。その不安を準備できる形に変えるの。怖さを集めるショーじゃないよ。僕、楽しみな予定を詰め込みすぎちゃいそう。概要欄12番で見た不安を暑さ、待機、移動疲労の3つに分けてね。自分が一番困りそうなもの、一つなら選べる。あなたも怖がるためじゃなく、楽しめる時間を守るために選んで。柱は概要欄21番、猛暑行列対策。暑さ、日陰、行列という条件を考える入り口だよ。14番、現地ストレス10選はもっと広い困りごと。そう、暑さだけでなく現地で起きる小さな困りごとを想像する補助役なの。じゃあこの場で持ち物リストも決めちゃう？それは断定しないよ。時期や運用で条件が変わるものは公開前にも再確認して、詳しい対策は21番と14番で見てね。僕、全員に同じ準備を当てはめちゃいそう。子供と一緒、長い移動が苦手など困り方は人それぞれ。あなたの条件を言葉にする方が大切なの。僕は待つのが苦手、私は暑さが心配って先に話す。それなら現地で我慢し続ける前に相談しやすくなるよ。暑さと待機が心配なら21番、人混みや移動中のストレスまで整理したいなら14番だよ。みんなの不安の傾向を知りたいなら12番やミドル。そう、不安を3つも4つも抱えず次の一歩に変えてね。心配を言葉にできれば見るべき対策も絞れるの。僕、不安だけ集めて満足しちゃいそう。5段階目の出口は当日一番困りそうなことを同行者と共有することなの。見どころを増やすだけが準備じゃないんだね。諦めずに楽しめる時間を増やすのも準備だよ。対策は最新条件を見て無理のない形で決めて。あなたも予定を詰め込みすぎず、変化に合わせる余白を残そう。当日の天候や公式案内も確認してね。そのひと手間が楽しみを守るの。ここまで見た後、情報はどこで更新すればいい？まずこの動画の概要欄と初めての横浜花博ガイド再生リスト、公開済み動画の追加や役割ラベルを更新する拠点はここだよ。チャンネル全体で迷ったら18番、チャンネル紹介と使い方ガイド。そう、比較表や更新情報を手元に残したい人には徹底攻略ノートも案内するね。僕、動画だけ保存して安心しちゃいそう。動画は流れ、記事は表や更新、
再生リストは次の順番を残す本棚。得意なことが違うの。役割を分けると情報に追われにくくなるよ。チャンネル登録は新しい回に気づく入り口だね。ノートへの正式なリンクは確認でき次第概要欄に追加するね。記事への入り口は13番、記事 PR ポイント10選。動画で全体像をつかみ、記事で比較や更新を見返す役割なの。ふるさと納税の攻略動画は公開後に概要欄と固定コメントへ追加。花と緑の最新差分を披露回も公開されたらすぐ概要欄に追加するね。楽しみに待っていて。この動画を保存すれば入り口が更新されていくんだ。ただ保存だけで制度確認は終わらないの。予約や申し込みの直前には必ず公式の原稿情報へ進んでね。僕地図を見ただけで到着した気になっちゃいそう。この動画は地図、個別動画は案内板、最後の確認は公式情報。あなたもこの順番で使って入り口と最終確認を同じものにしないでね。3つの役割を混ぜなければ情報に追われにくいね。最後に21本を全部見苦しい選び方を1枚にまとめたよ。詳しい番号はこの画面と概要欄で確認してね。予約とアクセスなら1番、宿泊なら4番。見どころ全体は2番、当日対策は21番。あとは画面の表からあなたの困りごとの番号を選んでね。うわー、これで1番から21番まで全部役割が見えた。あなたが今見るのは1本で大丈夫。残りは必要になった時に戻ればいいの。それでも選べなかったらその時は1番、9月18日に向けた予約とアクセスの最新入り口から始めてね。僕21枚のカードの前で固まらずに済みそう。今日やる一歩は気になる章から1本選んで同行者に送ること。次に初めての横浜花博ガイドの再生リストを保存してね。変更や追加も追いたい人はチャンネル登録。みんなは今6段階のどこにいる？予約、宿泊、見どころ、当日対策からコメントで教えて。僕はまずチケット。あなたはどこ？横浜花博の準備は全部を一度に終わらせなくて大丈夫。必要な1本から一緒に進もうね。今日決めた入り口が次の一歩になるの。入り口が決まるとなんだか楽しみになってきた。その気持ちを今日の1本につないでね。それじゃあ次の動画で会おう。バイバイ。最後に一つ、今日案内した21本の他にも動画はまだあるの。まだあるの？ 2026年8月26日の時点でロングが47本、ショートが81本。これからも増えていくよ。そんなに？僕探すだけで日が暮れちゃう。だから目次にしたの。横浜花博の動画ガイドという記事に全部目的別で並べてあるよ。画面の QR コードからすぐ開けるんだね。そう、保存しておけば迷った時にすぐ戻れるの。動画が増えたら記事の方も更新するね。概要欄のリンクからもいけるよ。全部無料だから気軽に覗いてね。詳しい話はノートの記事にまとめてるわ。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それとね、ハイプ公開から7日以内の動画に週3回まで無料で押せるの。小さいチャンネルほどボーナスが大きいんだって。ノート、X、スレッズ、インスタグラムもフォローよろしく。 QR コードからどうぞ。みんなご一緒に地球と先に行こう。横浜グリーンエクスポ。またね。